皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。さやです。はい、ということでちょっとごめんなさい、今慌てて撮っているんですが、はい、なんて書いてあるでしょうかじゃなくてですね、やばい文言がね斉藤直樹先生、はい、斉藤直樹先生、うちに来ます。この後そんなことある？斉藤直樹先生足す、家に来るってあとくっつかんから、人生においてこの後斉藤直樹先生、来てしまうんですが、企画、はい、とんでもないことやりますもしかしたらもう二度と会ってもらえないかもしれない斉藤直樹先生を騙します、ということで今回やっていく企画はこちら斉藤直樹先生に架空の人気漫画を教えたら合法的に斉藤直樹先生にキャラで出してもらえる説合法そういうことですよ。以前ね、この動画で、さやさんにやりましたよ。そうね、私やられましたね。架空のパラレルの友人っていう謎漫画を作って、さやにミリシラだったらそもそもわからんでしょっつってやったんですよ。それ、やります。今回、斉藤直樹先生にやります。まだ単行本1巻も出ていない、今これから熱くなりそうな人気漫画っていう情報をお伝えしてます。そちらの漫画のタイトル、ネバーエンドデッドマンって言います。かっこいい。ないですけどね。まあ、1巻も発売されてない。1巻も発売されてない。嘘はついてない。まあ、確かに。ギリ嘘はついてない。なぜなら、この漫画、僕が高校生の頃に考えた漫画なんです。1巻も出てません。僕が高校生の頃もうしこたま徹底を練って、読み切りの1本目を45ページまで書いて、最後残り7ページを書ききれなかった漫画です。まず一応ね、確認取ってるんです。企画で NG 事項とか、こんなタイプの企画ってダメなやつあったら教えてくださいって。先に一応聞いてんの。ありませんって言ってくれてたの。こんなことじゃあ LINE でね、やりとりしてたんで、そんなこと言ってないんですけど。でも NG はないと。ドッキリいいよなと思って。こいつそこに付け込みよった。一応現地取ったつもりでいるんです。まあでもね、じゃあどんな漫画なのか軽く説明します。まああらすじです。人類全員不老不死。ある時を境に人は死を克服した。しかし世界でたった一人だけ寿命がある少年がいた。彼の目的はこの死が風化した世界で幼馴染の少女を殺すこと。死を求める少年をめぐるディストピア冒険談が幕を開ける。なんかザ・ゲンさんって感じがすごい。不老不死になった世界観の中で一人だけ寿命がある少年がいるっていう逆のパターンですよ。っていうなんかこう近未来 SF みたいな感じなんですけど、いつものミリシラみたいに3回戦で今回やろうと思っていて、まあ基本的には知らないんだったらバレないだろうと思ってるんですよ。一応先生がギリ推測できるように3回戦目にちょっと僕ネタ仕込んでおります。3回戦目に出てくるキャラクターを皆さんに先にお伝えしておくと、イコアヌ・オティアスっていうキャラクターを僕用意しました。イコアヌ・オティアス。まあいつも先生の方のチャンネルでやってるミリシラお絵かき対決って、ヒントって出るじゃないですか。そうだね。見た目のヒントとか。なので今回その3回戦目のヒントに1個目のヒントで、この時代では不必要になった芸術を取り扱った店を経営しているっていう。芸術。そして2つ目。ハットをかぶっている。で3つ目、メガネをかけており瞳の奥が見えないミステリアスな風貌っていう芸術ハットメガネっていうのを絵に起こしてしまったら、それってもう斉藤直樹先生じゃねっていう。じゃあ最終戦で先生が「おっ!」っていう会話が生まれるはずなんですよ絶対。そこでもし気づけば先生の勝ちです。で気づかなかったら僕たちの勝ちです。でも気づいても気づかれなくてもさ、まあでも書いてもらえるから僕たちの勝ちです。とんでもね先生今です。怒ってやってください。罠企画ですね。罠企画。さらにですね、イコアヌ・オティアスはですね、アナグラムになっていまして、斉藤直樹っていうのをローマ字で書いてみるわけです。斉藤で「う」を離して「う」な「お」「き」これを逆から読むとイコアヌ・オティアス。3回戦目はもう斉藤直樹先生そのものが問題になってる。そのものが登場人物として設定してるので、ここでバレるかどうかです。
果たして先生はこの源さんが仕込みに仕込んだこの罠に気づけるのかっていうところもまた見どころってことですね。で単純にあとは3回戦目だけさやに伝えてるけど、はい、1回戦目2回戦目はさやにも何も伝えてないので、うん、さやは普通に巻き込まれミリシラしてるだけです。そうそう。怒られるのはあなただけで。そういうことです。全ての責任は僕が取ります。はい。何かあったら。はい。ということで、まあそろそろいらっしゃるので、はい。ドキドキしながら。ドキドキしながら。待ちたいと思います。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ティッシュの空き箱を見て見ぬふりしないという薄い決意を固めた際です。薄いなぁ。なんかほら、絡んだってる。替えみたいな。薄すぎるの、決意。いやでもそんなバカな話してる場合じゃないですよ。いや、そうですよ。今回ね、珍しいと思うんです。夏目さんちここ書いた割にはあんまりバックにならないで有名なカメがね、後ろに映ってるんですけど、なんと、今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTuber イラストレーターの斉藤直樹と申します。よろしくお願いします。うわ、いやめちゃめちゃドキドキするんだけど、もう本物だという感情がすごくて。どのユニバースに僕がこの世界線にマルチバースなの。いや本当にもうまさかこんな機会をいただけるなんて思わず。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この家に斉藤直樹先生がいるっていうのが、ここ合成かなみたいな。手出したら切れるかなみたいな。もうなんかお互いこう会った時に、あ、本当にいるんだって思いましたよね。もうそんな中で今回実現したんですけども、経緯がですね、もともと僕たちずっと斉藤直樹先生の動画も見させていただいてて、なんかいつかねコラボなんかできたらいいななんてこう野心を抱えていたんですけど、妄想だよね。もしかしたらいつか撮れちゃうかもねみたいな、同じ YouTube やってるからもしかしたらいつか会えるかもみたいなとこだったんですけど、今回まさかのスピードコラボ決定みたいな。しかもうちに来てくださってるっていう。さやのお腹ちょっと気遣っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にでも本当にお疲れ様です。いやもう本当に疲れました。ですよね。はい。ちょっと経緯は割愛はするんですけども、斉藤直樹先生のチャンネルがバンされてしまいまして、もうそれでねすごい優しいことにその後に源さんから大丈夫ですかっていう DM とともにコラボでお力になれたらっていう風になんか DM をいただいたので、もう本当に嬉しくて、もうぜひぜひっていう感じで、ありがとうございます。ものの10分ぐらいで決まりましたよね。そうですね。こんな早くコラボって決まるんだって決まりましたね。源さんからこのお話を聞いた時にお風呂に入ってたもんだから、なんかっていう感じでお風呂に斉藤直樹先生とコラボするよって言って。すいません、なんかリラックスタイムを邪魔してしまいました。とんでもないです。なんかもう本当にその DM でもお伝えさせていただいたんですけど、人事とは思えなくて、もう一個新しく作った方での配信されてたじゃないですか。その配信を僕たち仕事中見てて、なんか本当に胸が苦しくなって、なんかこう厚かましいというかあれですけど、なんかできることないかなっていうめちゃめちゃ嬉しいですのがあって、もうありつつ、昔からちょっと本当にファンだったので、一緒に動画撮れないかなということで、今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで斉藤直樹先生とじゃあ今こうやって集まってですね、何をするのかと言いますと、ラグビーですか？ラグビーするんだこのメンツで。確かにしましまなボーダー着てらっしゃるんですけど、ラガーシャツじゃないからさ、絵描き3人メンツでラグビーってタッチダウン対決地獄絵図ですよ。そんなことやりませんよ。今回ですね、斉藤直樹先生と話題の作品でミリシラお絵描き対決。ということでですね、本日斉藤直樹先生も時々ミリシラお絵描きっていう形で、1ミリも知らないものからちょっとしたヒントだったり名前とかからキャラクターデザインを想像して描くっていう企画やってらっしゃると思うんですけど、今回「ネバーエンド・デッドマン」っていう作品で聞いたことない。そうなんですよ。今回ね企画の相談させていただくときにミリシラお絵描き先生とやりたいなと思って、で僕たちも知らなくて先生も知らない作品なんだろうっていうのをちょっとスタッフにね調査してきてもらいまして、
今これが熱いっすっていうのをいただいたので、はい、めっちゃ漫画好きなやつが、いるんですけど、漫画なんですね。漫画です。ネバーエンドデッドマン。はい、タイトル結構なんかね、ダークっぽいタイトルなんですけど、デッドって入ってるよ。ちょっと僕たちも本当に全く知らないので、ちょっと簡単にあらすじをちょっと読ませていただきます。はい。人類全員不老不死。ある時を境に人は死を克服した。しかし世界でたった一人だけ寿命がある少年がいた。彼の目的はこの死が風化した世界で幼馴染の少女を殺すこと。死を求める少年をめぐるディストピア冒険譚が幕を開ける。面白そう。っていう。でもゲンさんめっちゃ好きそうじゃない？そうなんですよね。死が風化した世界っていうのこのワードゲンさんめっちゃ好きそうだけど。なんか世界観としてはめちゃめちゃこう近未来 SF みたいな感じですげえ好きそうな感じなんですけど。じゃあこれに登場してくるキャラクターをそうです想像するね。全員が不老不死で一人だけ死ぬ少年。そんな世界観、どんなキャラクターが生まれていくのか、じゃあ3人で早速やっていきたいと思います。さあではですね、早速書いていくんですけど、この画角に先生の手が入っている。なんかこれ感動じゃないですかね。深い先生の深い。はい、ということでここからは真上でもうお絵描きの画角でさせていただければと思うんですが、1回戦目やっていきたいと思います。なんだっけ、片桐太郎お相撲合戦。本当にそんなんで連載取れたの？絶対ギャグ漫画じゃないの。まずは1回戦目のキャラクター、秋桜井。秋桜井。女の子。ヒントの方でいただいてます。性別男性。お、男の子。はい。15歳。15。今回結構くれる。ヒント1。科学者。科学者。科学者。可視系ってことだ。可視系だからあるよね。さやさんの好きな可視系少年説あるよね。可視系15。僕だけひらがな。かわいい。科学者。ヒント2。能力。能力、体の筋肉に特殊な電気信号を送り、動物の筋肉を再現して戦う。筋肉強い強いって書いとこう。大丈夫ですよ。正しい情報になってる。で、そしてヒント3つ目。旧人類と同じ肉体、不死ではないっていうことらしいですね。これ主人公かな。主人公、主人公。はい。おそらく主人公。わかんないですけどね。もしかしたら主人公じゃないかもしれないですけど、ライバルとか可能性もある。ということで情報は以上みたいです。はい。OK です。じゃあここから早速ですね。20分間で今回ちょっとこの何もわかんないぞ。見た目のあれが一個もないっていう。外見のヒントが一つもないので、マジでそこは妄想になってしまうんですよ。了解です。はい。じゃあ行きましょう。1回戦目20分間。よーいスタート。はい。主人公っぽくて科学者っぽくて電気が出そうで。電気が出るのかどうなんでもな、確かにね、電気信号を送りとは書いてあるからね。なんかでも漫画の主人公って意外とこういう能力が見た目に反映されてないパターン多くないですか？わかります。なんだろう、主人公前とした外見だけしてて、そう。呪術廻戦とかもそうですもんね。そうなんですよ。結構普通に少年というか。科学者成分をどこに出すか。確かに。結構ありますよね。メスシリンダーで殴ってくるかもしれない。そいつ科学者じゃないの。脳筋すぎるんですよ。桜井で僕なんか髪の毛短い人見たことないんですよ。確かに桜井って名字がまた日本人なんていう感じですよね。ね、この世界観なのに。前髪長い系にしようか短い系にしようか。でも短い系の方が好きだから短い系にしよう。主人公ですからね。自分が愛せないと。確かに。なんか連載する体で考えちゃってる。なんか変な感じ。目の前で先生が絵を描いてるよ、先生。僕も同じこと思ってますけど。ここが夏目さん家だったんだ。フリーヤドだと思っていてね。フリーヤド。動画の中からいつも聞いてる声が目の前からするとすごい不思議な気持ちなんですよね。いや、そう、本当に。毎回本当にいたんだって。実在したんだっていう。毎回思うよね。今日駅で先生をお見かけした時に本当にいると思って。変な失礼な言い方なんですけど。なんかお二人は電車に乗ってて、ゲンさんだとかさやさんだみたいな言われないんですか？ない。でも電車とかにはそもそもあんまり乗らないんであれなんですけど。乗らないんですね。ちょっと出かけたところでたまにお声掛けしていただくことはあるんですけど、今声かけられたら恥ずかしいなって時に限って大体声かけれるみたいな。先生とかってありますか？僕なんか帽子を普段かぶってないので、あんまりわかんないですよね。そうなんですね。帽子が本体なので。帽子が本体。確かに斉藤直樹先生といえばメガネに帽子というか。そうなんですよ。Google Chrome のシークレットモードが斉藤直樹先生すぎて。そうよく言われます。
なんか変なキャラクターつけといたら可愛いから。ああ、マこうスコットいうなんか的なね。そうこういう私が今描いたみたいなちょっととっつきづらいキャラクターに可愛いキャラクターが一緒にいる。いいね。定番だけど、いいよね、そういうの。あきくんみたいな。あー、絶対、裏切り説。はい、ということで1回戦目終わりました。はい。さあ、せーのでオープンしていきましょう。せーの、ドドン。おーおーすごい。あ、でも三者三様全然違う感じに全然違う。なりましたね。じゃあちょっと先生のからいいですか、簡単な説明というか。まあなんかあきくんっぽい顔を目指して描いたんですけど、基本的にはなんか主人公っぽくて、はいはい虎の手をこうボンってこう出して制服をこう突き破ってるみたいな感じ。あ、しかも学ラン着てる学生なんですね、あきくん。科学部みたいな感じで、あでなんかこういう技術を発見しちゃって、ー、はい。でなんかそれを活用して戦っていくみたいな感じのイメージしでかもメガネだ。桜井だから、まあはい髪はそんなに短くないだろう。桜井だから。桜井で謎の桜井へのイメージ。桜井。はい。あ、でもお顔がすごく可愛い。この髪の毛を見ると斉藤直樹先生だと思う。やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいおいい。ーいい。ちょっと。ニヤニヤしちゃうもういいかって気持ちになってきたね。お二人でもぜひ。僕の方が結構先生の方の世界観って現代っぽいじゃないですか。はいはいはい。僕なんかもうたやすくスラムとかすれた感じの世界観にしちゃうんですけど、もう裸ですもんね。なんかガリガリなんですよこいつ。このなんかこの謎の機械をつけることによって、うん。体に謎の信号を送ってボンっていってあゴリラの左なるほど腕とかチーターの右足とか、うんうん。部位ごとにこう筋肉を強化していくみたいあ。な。スーパーキメラってこと？そう、キメラマッスルみたいな感じでいろんな動物の技を使うんじゃないかなと。ああ、はいはいはいうん。なんかもう、この作品すごい原産好きそうだなっていう感じのがまさに絵になった感じ。そうですね。うんうんうん。ゴリラバージョンめっちゃ見てみたいな。ゴリラマッスルになったらどうなるんだろうこいつ。じゃあ、さやさん。はい。お願いします。さやさんが好きそうななんか。ここ見て、これ、三つ編み。こういう三つ編みじゃなくて、なんか、こういうなんか縄みたいにするタイプの三つ編みないじゃん。ああ、はい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 今はい。回そっちにしてみました。すごいなんか謎のこだわりが3つある。いや、まず三つ編みから説明するっていう。なるほどなるほど。で、なんか、この電気信号をこう送るためのなんか機械みたいなのがあって、なんかここからコードがビーって出て、はいこの電極みたいなやつをここにぶっ刺して、ほうほそっちの腕だけめっちゃ強くしてやっぱ片手なんだあ、そうそうう。やっぱみんな片手なんですよ。なかった確かね。しかもなんか刺し方とかはいはい刺すとこがあるわけじゃなくて、うもう本当にコンセント腕にそのままグサって出すからめちゃめちゃ血出るみたいな。だからこの傷が、そうなんです。刺し傷がそういうことか刺し傷だらけで。雑に刺しすぎだろ、こねれ。決めたらいいのに、一箇所。なで、るほどこれ、ロボヘビだったあーよ、ロボヘビなるほ。ど相棒のロボヘビで。はいこれ、おもちゃだけもっと言ってくる。肝喋れるんだ。で、これぶっ壊れた時のバックアップだ。やめろよ。分解しようとしてんのやめて。なるほど。面白。あ、全然違うの出ましたね。ね全然違う。いやうん面白い。楽しい。楽しい。じゃあちょっとこれがおそらく主人公なんじゃないかなと思いつつ、はいいきますか。次、2回戦目。 2回戦目やっていき。たいと思います。ナイス。では、2回戦目でございます。 2回戦目2人目はいお名前が、メリダ・ハーデンベルグ。はい。日本人じゃない。ね、ドイツ人かな。ここに来て日本人で確かに、はないかとドイツ。ベルグ。確かにベルグって言われると。で、性別が、これはもう斉藤直樹先生ぜひ見たい。女性です。お、女性。女性。なんか勝手なイメージなんですけど、斉藤直樹先生といえばやっぱり可愛い女の子のうん絵の方がイメージが強いなっていうところはあるので、めちゃくちゃ楽しみ。確かに。頑張ります。すいません、謎の圧をかけてしまった。ギュンってなる。年齢が、はい。はてな、はてな、はてな。あうわ米印で、うん見た目は18歳って書いてあります。うん。ー。あ、で、ヒントがはい。また3つあります。ヒント1、花が好き。2、はい。旧人類のように死にたいと願っている。おあ、じゃあ、不死なんだ。この子は不死みたいだね、どうやら。でそして3つ、はい。なんか急に出ました。見た目のヒント。ブロンドのロングヘア。おーということで3つ今ヒント出ましたが、はい。メリダちゃんかな。メリダちゃん。はい。じゃあ20分でまたやっていきますか。はい。はい。いきます。よーい、スタート。見た目は18歳で年齢がわからないと言ってた。そこで時が止まったってことでしょ、18歳。まあそういうことなんでしょうね、きっとね。ここでなんか急に見た目のヒントを出してきたってことは、このヒントを出した人は絶対にここは外してほしくなかったんでしょうね。あー、確かに。はいはいはい。なるほどね。ってことはスタッフのフェチ。そうそうそう。ベランダだ。職権乱用した可能性はあります。ありますね、これは。この子はね、結構ね、
育ちがいい気がする。家柄良さそうですよね、ハーデンベルグって言われると。先生はどっちが好きですか？男の子と女の子描くのって。女の子を描くことが多いですけど、逆になんか男の子描くときってなんかちょっと解放された感じある。あんまりディスられないんですよ。なんか男の子を描くと。ディスられない。これじゃないかみたいなこと言われたりしないから。なるほど。男の子を描くときは普通に楽しい。女の子を描くときはちょっと若干緊張する。第一線で活躍されてるからこそなんか悩みなところはありそうな気がする。今後先生でよかったら男か女かわからないっていうのをぜひ追加していただければ。自分の癖出してくれる。そういう男か女かわからないみたいな中性的な感じのキャラ。わかりました。頭の片隅に染めておきます。ありがとうございます。これ録画されてるよね。大丈夫。現地切るよね。取るの。現地を取る。なんかさ、書いててさ、いやこの世界観でこの服はちょっと着替えるのだるくらいかとかって思ったりする。大人になるとなんか余計なこと考える。本当に余計なこと考える。寒いよとかって。確かに温度ってなんか子供の頃そんなに感じないですよね。実際子供の頃って冬でも半袖短パンでいましたもん。いました。なんか寒いとは思ってたけど、寒いから何って思ってました。いやわかります。なんか周りの大人が寒いから着なさいっていう言葉に対してホッケーなこと言うなって思ってました。めちゃくちゃ達観してらっしゃる。結構じゃああれですか、少年時代はお外走る系でした？そうでしたね。雪の中普通になんかズボズボ行ってましたね。この後ちょっと先生にもインタビューのコーナーを設けさせていただこうかなと思っているんですけど、こういう子描きたいっていうマックスの子ってどういう子なんですか、先生？僕なんかあんまないんですよね。だからそういうのが。なるほどなるほど。なんか性癖は何ですかとかすごい言われることはあるんですけど、ないですっていうふうにしか答えられなくて。じゃあ結構幅広くというか、可愛いことがまあ強いて言えば、それこそ斉藤直樹先生が描くようなタイプの子を描けたらなとか思う時もあるんですけど、やっぱ描けないんですよ。ケイちゃんの眩しさは描けない。無理ですね。僕絶対描けないです。だから憧れが強い。なんかでもそうなっちゃうみたいなところありますよね。僕的にはメンヘラチックな感じの子とかも好きだったりするんですよ。だから描きたい欲はあるんだけど、素で描くと本当になんか元気な感じになっちゃう。ないものねだり的に真逆の子を発作的に描きたくなることがある。そういう時に出てくる普段描いてないタイプの子を見るの好きです。それこそ女神の中にいたどの子だったかな、すっごい好きな子いたんですよ。そんなところまで見てるんですか？見てますよ。もう怖いぞ。ストーカーみたいです。実験体ちゃんだ。その子かも。目がいっぱいついてて、あの子可愛い。包帯巻いてて。めっちゃ好きでしたね。ディストピア好きなんですね。大好きですね。滅ぼしたいもんね。滅ぼしたいわけじゃないんだけど、なんだろう、特殊な世界観の中でもがく人類みたいなのがすごい好きなんですよ。なんだろう、社会に対してなんか恨みみたいなのがあんのかな。そうなってくると闇が深そうになって悩みある？こんなに幸せそうなのに。そんなに悩んでるつもりはないんですけどね。力なく OK っていうの怖い。でもロングヘアっていうか無限にロングにしてるんだけど。めちゃめちゃロング。いいですね。そうでもさ、こういう髪の毛描くとさ、なんて考えると思う？うさやさんは。この髪の毛洗うの大変そう。わかった。なんでこの人が花好きなのか。花は寿命があるんだ。散りゆく花だから、この花みたいに私も散っていきたいなって思ってるから花好きなんだ。なるほど。ということで2回戦目、メリダ・ハーデンベルグ。いきます。せーの。ドン。またこれは全然違う。全員違う。またもろ面白い。さやさんの花のこれめっちゃ気になるんだけど、何これ？これもう完全に繋がった。の少年ともう同じ世界観に揃えてみて、なるほど。砂漠でも何にもないぐらいの世界で一輪だけこう咲いてる花を彼が一人ぼっちで寂しくならないようにって言って延命する機械をつけてあげてるみたいな。そういうね。エモい。ていうかもうこいつがすごい海外しくめちゃめちゃ世話してあげてる。ここを結んでくれたのもそういうの大優しい。僕がポイント高いのはこのちょっと汚れ。そう汚れて破けてるやつ。元はきっとすごいいいドレス。確かにもともといい服着てそうだよね。いいですね。
いいじゃないですか。この流れで僕の方先言っちゃいますか。僕はゲンさん好きそうな女の子出てきた。完全になんか僕が好きそうな女の子を描いたっていうだけなんですけど、花畑に常にいて、その先生が言ってた言葉があーってなって、命あるから好きなんだっていう。この景色が変わっていくっていうのが、いやこの子いいんだろうなっていうのをなんかすごい腑に落ちて、ちょっと花畑をバッと足したんですけど、自分が不変だから、そう不変だから変わっていくものがいいっていう。でそれと同じ理由でこいつ変わっていくから、寿命があって死んでいくっていう、その少年と仲良くなって、やっぱそいつと一緒に死にたいわけよ。っていうところできっと私を殺して彼に頼んでほしいっていう妄想です。すっごいゲイさん好きそう。めちゃめちゃいい話って感じがする。いい話。って感じですね。そしてもうこれは正統は広いんですよ。めっちゃ綺麗。いやそう。可愛い。彼女がどんな。ありがとうございます。いやなんか僕もだから僕が好きな女の子を描いたっていう感じなんですけど、死にたいっていう意思が目にこう現れてる。なんかハイライトがなくて、なんかちょっとこううつろな感じ。だけど全体的に小綺麗にしてて、なんか育ちがいいみたいな、そんな感じがするかな。でもなんか主人公は多分守りたいって思ってるんだけど、この子の望みが死にたいだから、それを叶えてあげるのかどうかっていうのはすごい葛藤がありそうな。そっちか。一番なんか多分この子が望んでるのは不変であることから変わりたいことなんだけど、それを叶えるとこの子はいなくなっちゃうから、もうどうしたらいいんだっていう。一番の願いだけの葛藤がある。そう。そうで大好き。いいのばっか集まっちゃって。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ2回戦目まで終わりましたが、じゃあ次最終戦。最終戦でございます。3回戦目いきましょう。では最終戦でございます。はい。3人目のキャラクターはイコアヌ・オティアス。いやもうまた世界観わからなくなったんだけど。ぐちゃぐちゃだよね名前ね。さっきまでさなんか日本人っぽいなとかさドイツ人っぽいなっていう感じだったけど、壁画確かに壁画がねわかるよ。エジプト感もある。で性別ハテナハテナ。年齢ハテナハテナ。何も教えてくれない。もう教えてくれない。でヒントですね。はい。ヒント。この時代では不必要になった芸術を取り扱った店を経営している。芸術を取り扱った店。取り扱った店。いや別に芸術家じゃないんだよ。まあそれはわかんないね。書いてないからね。で2。ハットをかぶっている。ハット。そして3。メガネをかけており瞳の奥が見えないミステリアスな風貌。ミステリアスなオティアスってことね。だいぶカットする。では、最終戦イコアヌ・オティアス、いきましょう。20分間よーいスタート。なんかでもこの人見たことあるんだよな。ハット、メガネ、すごい俺かな。目の前に目の前にいらっしゃるっていう。それはあれですよ。でもな性別ハテナではないんだよな。斉藤直樹先生の性別ハテナ。新解釈。男だと思いました。それ完全に間違ってますよ。バンされた時以上のニュースになりそうな。ハットって要はそれはさ、それ先生、それ今写生会なんですよ。目の前にいる人書く時間になっちゃってる。にっこりさ。さっきの世界観にこいつ出てきた。急に違う漫画始まって。世界は砂漠ねとか言ってたのに。はい、これ間違ってますよ。完全に間違ってます。いただいてしまいました。でも待って、これはもしかしてさ、性別もわからない、年齢もわからない、これ意地悪じゃないのか。どういうこと？少年もあり得る。ここに書いとくね。ほら。イコアヌ・オティアス。少年もあり得る。全然絵が生まれてない。イコアヌ・オティアス。これなんかさ、偽名っぽいよね。なんかアナグラムになってる？もしかして。犬アコ犬をティア犬をティスをダメだ全然違った。確かに性別ハテナハテナを完全に無視してる。でも分かった。唇を赤くすれば大丈夫だ。絶対強いやつ。絶対強キャラ。絶対に強キャラ。はい。とい
いうことで3回戦目イコアヌオティアスエコアヌアティオスいきます。せーの、ドドン。ン。うわおー、少年。すごい可愛い。そっちか、古物商というか。そうそうどっちかっていうとそっち。古物商。路地裏にいるやつだ。あ、そう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 。路地裏の謎の看板の店の奥にあるやつね。で、商品をこうちょっとでも傷つけたり盗もうとするとくっそ強くてボコボコにしてくるトルネコの冒険の商人と一緒。くそ強い。めっちゃいい。この靴の尖ってる感じとかいい。あ、そう、こう尖ってるんですよ。尖ってて。確かにこいつはイヒヒって笑う。確かに大事。もう僕のはなんか明らかに放浪してるやつです。放浪してるね。絶対人殺してる。でもこれ一応筆なんですよ、巨大な。各地に巨大な絵をペイントしては去っていくタイプの芸術家。あ、芸術家なんだね。多分ね、何かを啓蒙してる。だから主人公にバンクシーのこの世界バージョンみたいなことやってるのかもしれないっていう感じのやつで。あ、かっこいい。で、なんか普段はもっと顔出てなくてミステリアスでわからんっていう。どっちかっていう。あ、いいですね。いいです、いいです。かっこいい。はい。で、そして僕はなんか違う世界線の僕みたいな感じ。すごいね、確実に斉藤直樹先生が異世界転生したね。思いのほかなんか書いてたら僕になっちゃったんで、なんか一生懸命僕から話すべくいろいろな工夫を施したっていうキャラクター。場所も相まってね。場所も良くないですね、この本棚の前って。よく見る画角だなっていう感じなんですよ。この辺はだから売ってるんでしょうね。ああ、なるほどなるほど。そう。そうか、芸術品というか。だからこの人が主人公に対してなんかこう物資を供給して、なんかいいやつなのか悪いやつなのかっていう敵か味方か最後まで分かんない感じ。ああ、いいですね。はい、表現してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。3回戦やってきましたけど、ちょっと壮観ですね、こんなになるほど。なんかね、すごい、先生の絵が3つも並んじゃってる。いいだろう。もう視聴者に自慢しました。いいだろう。先生の名前だぞ。はい、ということで3回戦終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ早速正解発表の時間です。お願いします。お願いします。こちらで一番楽しい瞬間。はい。いやー、ドキドキするな。はい。ということで、正解は、こちらです。何正解は、こちらでございます。当たりってこと？大正解です。ということで、今回の企画は、動画の企画にかこつけて架空の人気漫画ミリシラ対決していただいたら斉藤直樹先生に合法的にキャラ描かせられる説。なんだとやられた。マジか。ごめんなさい。面白い。すみません。そういうこと？ネバーエンドデッドマンっていう漫画はありません。めっちゃでもすごい面白そうな設定でしたよね。僕が高校の頃に考えた漫画です。じゃあこのキャラで描いてほしい。でも斉藤直樹先生を描き始めてるあたりからバレてるって思っちゃったんですけど。いやなんか何も素でこうなっちゃったって。あ、そういうことだった。素でこうなっちゃっただけ。事前にね、企画をどんな企画やっていいですかっていう時に NG ありませんっていうのをお伺いしたので、じゃあもう斉藤直樹先生がこの先ドッキリを仕掛けられることなんてもしかしてここしかないんじゃないかと。やられたマジで。いやなんか普通に読んでみたいなって思いました。ありがとうございます。高校生の僕が喜ぶと思います。ということでね、今回の企画はおそらく斉藤直樹先生初のドッキリを受けたかもしれないんですが、ですかね。そうですね。なんか一回ちょっと失敗したやつはあったんです。なるほど、そうだったんですね。なので今回は大成功で。ありがとうございます。初めてでございます。やったー。ありがとうございます。初めていただきました。初めていただきました。本当に失礼だった。いやありがとうございます。嬉しいです。まあただちょっと設定的には僕高校の頃考えてたやつで、好きな設定ではあるんです実は。なのでもし書かせていただくときはキャラクター原案斉藤直樹っていう。めちゃめちゃ見たい。ぜひやらせて。ちょっと見ていいですか、改めて。
私もちょっと逆から見てたんでいいですか？失礼します。はい失礼して。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。完全に斉藤直樹先生なんですよね、これ。でなので実はですね、はいここの仕掛けに気づいたかどうかはあれなんですけど、うんはい。これ斉藤直樹先生のつもりで僕仕込みました。そうなんですね。はい。っていう途か、中で先生正解言ってたからバレたんだと思って、うんずっとドキドキしてちょっと内心ちょっと僕お絵描きどころじゃなかったのがあってアナグラムっておっしゃったじゃないですか。イコアルオティアス。アナグラムなんですよ。あ、そうなんだ。いいこいい。れをちょっこれはあ、本当だ。イコアヌオティアス。本当だ。ちょっと使っていいこれ。ぜひもうよくわかんないですけども全然すごっ。この名前で40年間生きてきてこのことに気づいてなかったです。逆から読んだことなかったです。なかなか読まないと思うんです器用な疎いさはあったけど、確かにこのパターンなかったです。うわ、すごっ。イコアルオティアス。いや、なんか設定が深すぎるなと思って、なんかこれ本当にドッキリなんですか？ないんですか？ドッキリです。本当にないんです。調べてもない？ないです。多分調べていただいたら本当にないです。なんかカードゲームしか出てこないですね。やっぱりすごい。です。本当だ。本当だ。やられた。これ YouTuber 強かった。いや、ありがとうありがとうございます。さあこの後は斉藤直樹先生にインタビュー。トップイラストレーターの先生にみんなからの質問ぶつけまくっちゃいます。先生がイラストレーターを目指したきっかけからみんなのお絵描きお悩み解決、そして驚愕の1枚のイラストでの最高依頼額まで斉藤直樹先生を丸裸にしていきたいと思います。インタビューコーナーの前に今回のミリシラキャラ3人を色を塗って仕上げてみましたのでそちらもお楽しみください。それではまだまだ盛りだくさん、後半戦もよろしくお願いします。さあということでせっかくなのでちょっと手を入れていこうかということで、はいネバーエンドデッドマンかっこ仮のキャラクターを、僕は主人公の秋桜井を描いてるところですね。そうですね、でもこれは原作者の源さんが描いてるからこれ本物ですよ。まあ原作者が描いてるからそうなのかもしれない。当時の僕高校生の頃描いたデザインとはだいぶ違うけど、あ、そうなんだ、多分違うと思う。結構ゲンさんってさ、少年漫画の主人公っぽいさ、なんかツンツン頭の男の子を描くイメージがあるんだけど、まあそうだねそうだね、結構あれだね。ただ今回ちょっと主人公っぽく今見ました？眉毛の向き変えたんです。ちょっとキリッとさせたんですよ。今ねキュッてしたね、キュッて。ほらこんな感じに、ちょっとダウナーな感じの面も嫌いではないんですけど、いやでもいいですね。なんか結構髪の毛サラサラのさ、なんかこう世界が違かったらすごい美少年だったんだろうなっていう、いやもう美少年ではあるかもしれない、香りがしますねこれは。はいてなわけでちょっとこれあれですね、腕にぶっ刺す電極流すあれです。あれね、動物のはいキメラマッスルを発動するための電極です。まずザクッと色をつけて、なんとなくふわーっと最後にトーンカーブで調整したという感じですね。はい、でもこのシアン系のこの電気の感じが出てるのいいですね。さあということでさやさんペン入れが終わってますが、もうさやさんはもう安定の水彩画でちょっと色塗りをしてるんですけども、いいですね。こういう怪しいキャラクターって言ったらやっぱ紫でしょっていう、そういうイメージだけで紫で塗ってます。路地裏にいるタイプね。そう、路地裏にいるタイプ。これねちょっとね壺に足生えてるの。本当だ。そうちょっとだけ。キモ。いや可愛いけどちょいキモいね。そうちょっとだけでデザインを整えまして、それでその結果生まれたのが壺の足が生えるっていう。なるほどね。はい。この壺生きてるんですか、ちなみに？いや生きてますよ。生きてる。このなんか相棒みたいな感じでさ、この2人でなんかこう金目のものを取り合ったら可愛いなとかって思いながら、可愛い。そうそうそう。ふざけるなっつって、それは僕のだって言ってね。そうそうそう。そいつがガチャガチャ何も喋らずに歩き回ってるでしょ。そうそう。可愛いわ。中にお金いっぱい入れて。いいバディだな。はい。なるほどね。帽子はねもう宝石でジャラジャラです。わー。っていう。さあということでこちら秋桜井。秋桜井。こんな感じですよ。ねネバーデッドエンドマン。エンドマン。うわー。なんかこんな感じのちょっと車に構えた感じの少年ですよね。はい。はい。でもこっちはもう。そしてこの子はなんだっけ名前がイコアヌオーティアス。そう。斉藤直樹先生をアナグラムしたイコアヌオーティアス。はい。をさやさんが書くとこうなりますね。初対になります。さあ。はい。そしてなんとです。いやもうここでこちらメリダ・ハーデンベルグ、斉藤直樹先生バージョン
色をつけていただきました。ありがとうございます。なんてリッチ。かわいい。かわいい。可愛すぎる。綺麗な。綺麗。もうこんな子もだ助けてあげたくなっちゃうよ。いや本当に揃い踏みということで、おそらく主要キャラ3人が揃った謎の集合、ネバーエンドデッドマン2025年連載開始しません。したいわもう。はい、ということで、先生ありがとうございました。先ほどは失礼いたしました。いやめちゃめちゃ楽しかったです。もう内心僕たちの方がドッキリかけられてるんじゃないかぐらいドキドキしてる。ドキドキしてる。先生の勘が鋭すぎて全部バレてると思って。そうアナグラムまでは当ててたんだけど、なんかあそこでねちょっとボケをかましてしまって最後まで。いやよかった。もうありがとうございます。ありがとうございました。さあということでここからですねコラボの時恒例になってまいりました、夏目さんちのプロフェッショナルにインタビューイラストレーター編。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらのコーナーですね不定期でやらせていただいている各界隈というか、各職業のプロフェッショナルの方に夏目さんちが事前に視聴者さんから募集した質問でね根掘り葉掘り聞かせていただくというような企画になっております。はい、なので今回ですねすでに超有名イラストレーターさんとコラボすることになりましたっていう文脈で皆さん質問ありますかと募集をさせていただきました、たくさんの質問皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ではですね早速始めさせていただきます。一番最初に来ていたものですね、無難ですが絵を描き始めたきっかけやイラストレーターになろうと思った理由やタイミングを知りたいです。きっかけ系ですね。なんか結構いろんなところで言ってるんですけど、ストリートファイターのアキマン先生っていう方がいて、で僕はなんかその頃イラストレーターっていう職業全然知らなかったんですけど、その方がテレビに出てらっしゃったんですよ、カプコンのイラストレーターですみたいな感じで。でなんか T シャツ着てでなんかこんなラフな格好でふらーっと出てきてサンダルだったかなみたいな感じの格好で会社にいて、でもなんかその人に対するその尊敬の眼差しっていうか社員の方のなんかこう丁寧な接し方とか見てこの人は本当に尊敬されてる人なんだな、こんな格好してるけどって思ってでよくよく見たらストリートファイターの素晴らしい絵を描いてる人なんだ、これになりてえって思ったのがそれが最初ですね。スト2のパッケージとかもめちゃめちゃかっこいいですもんね。そうなるほど、ありがとうございます、じゃあもう結構幼い頃から割ともうなりたかったというか、そう中2ぐらいですね。それまではなんか絵描ければいいかなっていう感じでいたんですけど、アキマン先生を見てからはイラストレーターという道が結構いいなと思って。明確にね職業としてなんか可視化されたって感じだったんですよね、その時。ラフな格好ですごい人って確かにかっこよく見えますよね。そうだからなんかもしかしたら絵描けるっていう以上になんかその立場になりたいみたいなところはあったかもしれないですよね。今まさにもうラフな格好とは言わないですけども、この格好といえば斉藤直樹先生でさっきのねあれ問題にもありましたけど帽子と眼鏡とアイコン化するまでも来られてると思うんですけど、もう一つですね次の質問で影響を受けた絵柄とかたくさん模写した作品とかが気になります。自分の絵になるまで触れてきた作品とか少なからず影響してくるかなと思ったので、これもしかしたら源さんも通ってきてるんじゃないのかなって僕は思うんですけど、寺田克也さん、寺田克也さんめちゃめちゃ影響を受けましたね。それを実は僕動画で斉藤直樹先生の動画を見た時に、昔寺田克也先生の絵が好きすぎてめちゃくちゃ真似してしまったみたいなやつを見た時に俺やんと思ってすごい刺さって、なぜかそこでですよね。そうだからなんかその寺勝イズムみたいなのが入ってる絵って僕も通ってきてるから一発で分かるんですよ。だから源さんの絵を見た時に仲間だと思ってちょっと勝手になんか親近感というかあってすごい嬉しかったんですよね。でも先生って今の絵柄って全然違うじゃないですか。そうですね。その点で言うとなんか今の絵柄を研究していくにあたって参考にされた方とか、よく動画でおっしゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、なんかイラストレーターの牛さんっていう方がいて、剣と魔法と学園ものっていうゲームのメインイラストレーターをしていた方がいるんですけども、その人がひょんなきっかけでなんか僕が遊びに行った会社でイラストレーターやってたんですよ。でそのイラストをこう後ろから見た時に、すごいおこがましい話なんですけど、惹かれすぎて、好きすぎて
俺の絵だって思った俺の絵じゃんもうこれは目指すべきここかっていうというよりかはもうそれを飛び越えて俺の絵だって思っちゃって、ああなるほど。じゃあ、なんかこれを手に入れるにはこの人の弟子になるしかないなっていうふうに思って、それでなんかそこのプロジェクトにこうアサインするんですけど、そのアサインする間がその3ヶ月ぐらいあったんですよ。なので、まあ、3ヶ月だけ、集中してその絵柄をこう真似する期間みたいなのがあって、それがなんか3ヶ月上達法みたいな感じで、最強の伝説の伝説の動画そうなんです。なるほどなるほど。じゃあ実際そこの経験則というか、それがこう言語化されて映像化されたのが動画ということですよね。最強の上達法、あれをやればうまくならない人いないんじゃないかなぐらいの感じなんですけど、でも本当ですね。いわゆる考えて書けの究極的な言語化ですよね。先生がやってらっしゃるやつが。なるほどなるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお次ですね。ラフを清書して綺麗な線に起こすと、なんだか今まで描いていた絵とは違う絵に見えてしまいます。そんな時どうやって対処するか知りたいです。あるあるですね。あるあるですね。あるですね。なんかこうザカザカ描いてる時はめっちゃうまく見えてたのに、一本にしたらあれってなるやつ。消しゴムかけた時にあれこんなはずではっていうありますよね。なんか一個絶対にこれはなんかやらなきゃいけない作業っていうか気持ちの持ちようとして、ラフから清書したら絶対に悪くなるんだって思っておかなきゃいけないんだと思うんですよ。なんかみんな清書したらラフよりも良くなるもんだと思ってるじゃないですか。清書した段階で、いやこれはなんかその感覚的には悪くなってるってちょっとどっかで思ったとしても、いやこれは清書したんだから良くなってるはずだって思い込もうとするっていうフェーズがあって、そこをまずなんかちょっと飛び越える必要があるのかなと思います。悪くなってるからだから楽ぐらいまでなんかいい感じを取り戻さなきゃいけない作業が発生するんだよっていうことを、そこが分かればなんかどうにかできるんじゃないのかなっていう。確かに考え方として丁寧に書き直してるんだから良くなってるに決まってるって思いますもんね。思います思います。それが先生の動画でいう良さみというかなんかそういうところですかね。そうなんです。なるほどなるほど。ありがとうございます。めちゃくちゃ見てくれてる。いやめっちゃ見てます。めっちゃ見てます。普通にリスナーです。じゃあお次ですね。これちょっとでも僕も聞いてみたいなと思ったんですけど、自分自身の絵の好きなところ、こんなところ描いてる時すんごい楽しいってところをお聞きしてみたいです。なんか特にこう V がここ描いてる時はめちゃめちゃ楽しいみたいなそんなにない方だとは思うんですけど、みんなそうだと思うんだけど顔がやっぱりあれですかね、楽しいですかね。特に目の上まぶた。でもそこってやっぱりなんかこう表情とかが一番出てくるような場所ですもんね。そうですね。そういうことなんですかね。だから一番怖い部分でもありますよね。そこを失敗したらもうキャラクター全体が台無しになるところなんで、しかもなんかそのラフの状態でそこって描くじゃないですか。だからなんか一回失敗したらあんまりいいイメージが湧かなくなっちゃうじゃないですか。確かにもうこれ描いても良くなんないだろうなって思っちゃう部分だから、そこだけはめちゃめちゃ集中して、いや絶対に俺が可愛くしてやるからなとか可愛くしてやるからなみたいな感じで、もう親心でね。で一番なんかちょっとこう精神的に重い作業ではありますけど、いやでもその工程があるからこそやっぱりね、斉藤直樹先生の絵って結構目力というか、すごいなんか意識して足してらっしゃると思うんですけど、すごいこうカット目が合うような絵だなっていつも思うので、そういうこだわりから来てるんだなと思いました。ありがとうございます。ここですね。これすごいラフな質問来てます。作業中の音楽、食べ物、お供は？食べ物って何か食べてますか？食べ物ね、最近はセブンイレブンで売ってるバームクーヘンがあるんですよ。なんか柔らかバームクーヘン。そうそれめちゃめちゃうまいです。あれ美味しいですね。結構じゃあ糖分取るタイプですね。作業中には。だけどなんか取りすぎるのちょっとあれじゃないですか。だからそれを1日で食べきるっていうことを決めて、なるほどなるほど。でなんかずっとここに置いとくみたいな。でなんかちょっとパクって食べてはまた置くみたいな。でもそれいいですね。結構皆さん絵描いてる時なんかながらで食べちゃって太るみたいなよくあるじゃないですか。作業中で。完全に私それ。さやすごい食べるもんね。すっごい食べる。今時期も相まってかすごい食べる。すっごい食べる。甘いものですか？でも何でもですね。ラムネめちゃめちゃ食べてたよ。ラムネも食べるし、そう今日は絵描くぞっていう日ってめっちゃ込みで買い込んじゃうんですよ私。わかる。1個ですよ。1個
これじわ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 食べきりましょう皆さん。これ皆さんあれです。真似した方がいいです。太りますからね。いや本当に動かないですもんね。でも結構先生ジム行ってるとかおっしゃってたんで、割と運動とかされてる方です。いやしてる方だと思うんですけどね。でも太っちゃうんですよね。食べた分だけ太るから。もうなんかデスノートの L が頭を使ってれば太らないんですよって言ってるあの言葉を真実で。あれを我々世代は信じ込まされてきちゃったんで。いや今めちゃめちゃ頭使って絵描いてる絶対大丈夫だって言って絶対太るんですよね。そう25枚だからね。それはそう。なるほど。音楽とかってちなみに何が好きとかってあるんですか？音楽なんかスピッツがすごい好きなんですけど、ただなんか作業中に聴くかって言ったら全然聴いてないんですよ。なんか別に嫌いってわけじゃないんですけど、ちょっとこう集中力が逆にそがれちゃうので。僕も結構そういうタイプで。そうなんですね。ゲンさんの作業 BGM めちゃめちゃ怖いですよこの人。僕AirPods つけるじゃないですか。で AirPods Pro ってなんかノイキャンあるじゃないですか。ありますあります。あれノイキャン入った状態でホワイトノイズ聞くんですよ。なんで？怖くないですか？さーってやつですよね。あれを聞かないと集中できなくて。ちょっと待って、でもなんかちょっと気持ちわかるような気がしてきて。いやなんかもしかしたら斉藤直樹先生もしかしたら合ってるかもしれない。合ってるかもしれない。落ち着くんですよね。なんかノイズの音が乗ってるのは聞こえる。でも他の音はしない。そう他のノイズは消したいんですよ。生活音とかノイズは消したいからノイキャンはしてるけど。一定のノイズだけが欲しいみたいな。ちょっとわかるぞ。嬉しい。やってみようかな。ぜひやってみてください。やってみます。ありがとうございます。じゃあこれもいいですね。はい。斉藤直樹先生といえばポケモンの絵も描かれているというところなんですけど、好きなポケモンは何ですか？デデンネ。デデンネ。デデンネかわいい。デデンネはかわいい。デデンネなんかちょっといじめたくなる感じが好きなんですよ。わかります。なんかちょっとでもわかります。不遇な感じありますよね。そう若干。ピカチュウよりちょっと不遇な感じある。そうなんですよ。なんか僕が結構なんか言ってることの一つに、なんか可愛いの半分はかわいそうでできてるっていうのがあって、まさに半分かわいそうでできてるような生物じゃないですか。確かに。だから好きになっちゃいますね。好きすぎたくなりますよね。そうちょっと強めにね。ド S の部分が出てきてます。なるほど、ありがとうございます。次ですね。お仕事以外で自由にお絵描きしたいなと思うことはありますか？お絵描きを仕事にされる方はどうなのかと気になりました。ということみたいです。これはケンさんあります？いや、僕はいやでも全然ありますね。むしろなんか変な話なんですけど、夏目さんちやる前って自分の絵柄をそこまで出すような絵の仕事じゃなかったんですよ。どっちかというと個性を消すタイプの絵の仕事してたんで、自分の好きな絵が描きたいと思って YouTube 始めたっていう感じなんですよね。だからそうですね、そこなんですよね。逆に先生とかっていつも結構こうその研究して生み出した自分の絵柄っていうのでお仕事されてると思うんですけど、なんかプライベートでっていうのは。僕の場合はなんかプライベートで結局描きたいと思って描くじゃないですか。でうまくいくじゃないですか。そうするとこれをどう次の活動に生かしていこうかなっていうのを結局なんかその仕事モードに持ってっちゃう癖があるので、そうやって描いても結局仕事に生かされてしまうっていうか、いやもう生粋のイラストレーター思考がでもこれ大事ですよね。なんか人によってはそういうのはいいって言わない人もいるかもしれないですけど、なんか常にどっかの頭の片隅に仕事のことがあると、なんかの表紙に全部インプットになりますもんね。いい悪いはあるかもしれないですよね。なんかオフがないから。結構先生はオフがないタイプですか？ないと思います。じゃあ割と休みの日も。そうですね。ずっとなんか仕事のこと考えてるかも。こうやって聞くとやっぱ似てる気がする。似てるっていうとおこがましいんですけど、僕多分タイプ近いかもしれないですね。すごくずっと僕もなんか仕事人間っていうとなんかあれなんですけど、ずっとその仕事のことばっか考えちゃう。そうですよね。でそれに対してなんか愚かだなって思ってるっていうか。わかります。自己嫌悪をたまにする時もあるんですけど、もうちょっと楽な生き方あるのではないかみたいな気持ちは。そういう人間です。逆に僕がなんか勝手に励まされて、さっきから勝手に共通点見つけながら励まされて嬉しいです。
じゃあ、はい。これですね。やっぱり性癖が聞きたいです。これちょっと動画内でさっきもお話しされてたかなと思うんですけど。ないんですよ。ないんだけど、でもなんかやっぱり顔なんでしょうね。なんか顔が可愛くない、かっこよくないみたいなのを他の絵とか見てて、とか自分の絵とか見てて、結構たまにかっこよくないやつとか見るとムカッとくることあるんですよ。俺だったらこうすんのにみたいな。それって多分性癖ってことになりません？まあ確かにその自分ならではの絶対ここっていうバチッとしたこだわりがあるっていうことになりますもんね。だから結果的にそうなのかなっていう。でもそこのこだわりというか人一倍強いこだわりっていうのはあるんだろうなって感じますね。あとそうですね。なんかこう描いてると、なんか高確率でこの顔になっちゃうみたいなあるんですよ。例えばなんか口を元気よく開けてて、で歯がちょっとせり出してるまでいかないんですけど、歯が結構主張しているような絵があれはなんかああなっちゃうっていう感じなので、俺好きなんだなこの顔って。でもなんかそう言われてみると確かにザ・斉藤直樹先生の絵っていう感じでパッて出てくるのは大きく口をね抜けて、でちょっと口の中に奥行きがあるというか、そういう感じの女の子ってイメージはあるんで、あれなんですかね、こう自分で描いた子に元気づけられたいとかそういう欲求とかってあるんですかね。いやでもこれ後で言うんですけど、なんかもしかしたらあんのかもしれないなって思った瞬間がありましたね。なるほど、じゃあちょっとそれは後でお聞きしますか。お聞きしたい。ね、さやさんはね膝だもんね。いや膝です。そうなんかね、そういうのないからな。 V 性癖ってじゃないんですね。そうなってくると。いやだから羨ましいなと思って、膝が好きとかお尻が好きとか、なんかその関節系みたいなのあるじゃないですか。しぐれ立ってるのとか、いやなんかそれ欲しいなと思って。欲しい。なるほど。でも結構変遷はしてますね。なんか膝が出てるような元気な男の子っていうか、まあなんかそういう子が好きだなっていうところからなんか膝だけ抽出されてきて、今膝になっちゃったんですよね。だからこじらせた状態です。いやそうだ、もうこじれ切った状態でこじれてきてる。そう熟成されてしまったかもしれない。毎度おなじみなんですけど、このインタビュー系毎度恒例のお金についてのお話ですね。実際イラストの依頼っていくらぐらいするのか聞いてみたいです。でまたちょっと別の方で初めてお金になったイラストの金額が知りたいです。確かにちょっと気になるなっていう。初めてお金になったのは5万円ですね。初めてだったら確か1万2000円とかそのぐらいだったんで、そうなんですね。そう初めて結構高額というかしっかり受けてるっていうところです。僕の場合は結構運が良くて、デュエルマスターズっていうカードゲームのところから来たんで、結構なんかしっかりした仕事だったんですよね。なのでまあ5万円。モンスターの。そうで普段受けてってのはもうかなりピンキリなんで、まあなんか下はだからまあ5万円ではさすがに受けないんですけども、一番上が1万円で言うと200万とか。1万円1枚単体でってことですね。200万とかでなんかその間っていう感じで思っていただければ。動画で出てましたっけっていうのが、いや出てない絶対。急にポロッと出てないのです。そんなポロッと出していただいて。まあどのタイトルとは言ってないんで、まあ大丈夫じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい。3枚も書いていただいちゃったさっき。どうしようかな。どうしようかな今。ね合法的にキャラクター描いてもらえる説とか言ったけどなんか不安になってきました。いやぜひお納めください。ありがとうございます。描き慣れた絵を左手で描いてみてください。ちょっとなんかこの指示系が来たんですけどちょっといいですか。ちょっと持ってきますね。よし。はい。いきますよ。はい、左手チャレンジ。はい。唐突に始まる斉藤直樹先生の左手チャレンジ。なんてことさせるんですか。今回ケイちゃんを描かれるっていう感じですかね。悲鳴が。なかなかこう質問コーナーの無茶ぶりみたいなのもないですもんね。そうですね。味があるやつが描けるんじゃないか。そうでもなんか偶然いい線が生まれる可能性は全然ありますよ。以前でも動画でもやってらっしゃいましたよねこの企画。やってました。でも本当にあまりに描けなさすぎてこんなに描けないんだと思ってちょっとへこみました。でもやはり左手といえもうケイちゃんの雰囲気が出てきてる。髪の毛が丸まった。ケイちゃんってどういう経緯で言うといつからマスコット的にやられてるんですか。なんか YouTube 始めた時に必要だなって思って、それで描いたキャラ。そこだったんですね。今では立派にアイコンに。そうですね。
この顔見るともうすぐにね。同じタイミングであーって言っちゃった泣き顔みたいになってる。うるうるしちゃったあ、かわいい。あ、でもかわいい。すごい。あー、ケイちゃんだ。この細かいところが本当に手がマジで動かない。なんか利き手じゃないと直線的な動きになるの何なんですかね。なんかこうカクカクカクっていうなんかなる。機微がないというか筋肉に。なんでなんだろうね。不思議だよね。右と左が違うだけなんだよ。お前しっかりしろよって本当説教したくなりますもんね。お前も手だろってなりますよね。全く機能してくれませんもんね。はい、こんな感じです。ありがとうございます。いや、でもこれはケイちゃん、可愛いケイちゃんが生まれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでどうですか？左手で書いていただきました。はい。はい、やっと感じです。ありがとうございます。生ケイちゃん。生ケイちゃんのなぜか左手。はい、お次です。絵師を志す場合、美大に行くべきですか？これ結構よくいただく質問で、先生は美大卒だと思うんですけど。そうです。そんなことないです。言い切っていただきました。ありがとうございます。でもなんか専門学校の出身の人も多いですからね。ああ、なるほど。ですし、それこそなんか別に学校出てない人も多いですし、じゃあ何が一番大事なのかなって思った時に、なんか自分が一番多分ワクワクできることが重要なんだと思うんですよね。で僕はなんか美大に行くことがすごいワクワクできたので結果的にそこに行ったんですけど、それよりもなんか専門学校の方が楽しみだなっていうかワクワクできるなっていうふうに思ったとしたらそっちに行ったし、なんかそういうことなのかなって思います。でもなんかそう言い切っていただけるとやっぱねみんなも安心感あるかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちも美大とか全然行ってないんで。はい、文学部です。文学部ですね。教育学部です。はい。中国語学科です。すごい。でもそっちの方が良さそうですよね。ずっと絵描いてるよりも。で中国語学科行かなかったら中国行かなかったなって思ってるので、それはなんか行ってよかったなって思ってる。やっぱさっきおっしゃったワクワクすること。ワクワクすること。ありがとうございます。ありがとうございます。これ結構実践的というか役に立つタイプのお話かなと思うんですけど。お仕事を取るための営業やポートフォリオ作りをどうしていたのか教えていただきたいです。これ確かに気になる方多いかもしれませんね。ポートフォリオっていうのはなんか就活の時にしか作ったことないんですけど、なんかそれに当たるかなって思うのがやっぱりツイッターの活動だったりとかインスタだったりとか、僕はツイッターなんですけど、なんかそういう発信の面で結構頑張ればポートフォリオってそれがポートフォリオになるんじゃないのかなって思いますね。でも SNS の使い方の動画とかも出されてたと思うんですけど、今の時代って結構ツイッターのフォロワー数とか見てる企業とか多いとかって伺ってるので、確かになんかあえてこうポートフォリオってやるよりもその活動していく軌跡が全部見えますもんね。ツイッターとかだったら反応数も見れるしね今って。そう逆に言うと良くもあればちょっと怖い時代でもあるけど、そうなんですよね。可視化されるっていうの怖いですよね、数字として。だから SNS をあえてやりたくないんだったら、まあポートフォリオを作った方がいいかもしれないですけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに営業とかってされたことってあるんですか？学生の時に一回なんか友達に付き合って、その会社に伺ったことはあったんですけど、まあ仕事にはなんなかったですね。それよりも自分の仕事が誰かの目に留まってそれでなんかその仕事自体が営業になってたみたいなことは結構あります。そうなってくるとやっぱり SNS 一番。そうですね。実績ない時の一番の営業ってSNS でバズることだと思うので今の時代はそこなんじゃないのかなって思っちゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、確かにこういう場合もあるのかなというところなんですが、書きたいものがない時はどうしているのか聞きたいです。多分僕の場合は結構もう職業イラストレーターなので書きたいものがなくてもこれ書いてくださいっていう依頼が来ちゃうんですよね。なのでそれを書くっていうのが僕の答えではあるんですけど、ただなんかそういう立場じゃなくて書きたいものがないっていう場合だったら書かないんじゃないのかな。なるほど。一旦書きたいものができるまでストップするっていうのも手ですもんね。そうですね。書きたくないとかじゃなくて書きたいものがないわけですもんね。でもなんかそれこそ今職業イラストレーターなんでっておっしゃったんですけど、それこそ
そうじゃなくても家族とかね友達とかにこれ書いてって言われるっていうのが意外と解決方法だったりしそうですね。なんかそう言われてみると。なんか僕もそうなんですけど、やっぱり依頼をこなしていくっていうことに対して人を喜ばせるっていうことに対して一番の喜びを感じてる人って意外となんかその自分の中からこれを書きたいっていう欲求って生まれづらいことってあるんですよね。なるほど。だからそれを人になんか補完してもらうっていうのは一つの手なのかもしれないですね。まあなんかお題をね人からもらうっても良いかもしれないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。絵を描いていてここは自分オリジナルの表現だなと感じたところってありますか？それはなんかすっごい細かい話なんですけど、目のハイライトあるじゃないですか、の位置がこの僕の場合目の本当に黒目の上のところに来て、なおかつたまにまつげの上にもかぶることがあるんですよ。これはなんか意外と僕初なんじゃないのかなって思っているところはあります。確かにちょっと位置的にねあそこの位置にあるのってあんまり見ない、そういえば言われてみると見ないかもしれないですね。あれってなんかそのどういう効果というか感じで狙ったとかってあるんですか？なんかあそこに置くとバッチリ目が合うんですよ。あそこ以外だとちょっとそれてる感じあるんだけど、なんかもうあそこに置くと、しかもなんかその結構上目に置くともうすごい鋭く自分を見返してきてくれてる感じがあって、でなんか物理的にはおかしいけどやっぱここかなっていうことで落ち着いたところなんで。でもやっぱそのデッサン的な正解よりもやっぱなんかその印象的な正解ってのがすごい多いなっていうのはやっぱり思うんで見てると、見てていいものはいいみたいな、その斉藤直樹先生の動画とか、イラストとかも見てると割とその理論っていうか、が出てきてこうバチッと救われる人は多いんじゃないかなっていうのはいつも思ってるんですけど、こう書いちゃうけどでもなんか理屈的にはおかしいけどな、でもこうなっちゃうんだよなみたいな、そういうことですよね。先生ぐらいの立場の人に押してもらえるとみんなもなんか安心して自分の好きをこれだっていうのを追求してもらえるんじゃないかなとか思うんですけど。いや可愛いが正義。本当ですよね。なんか正しいだけが正義になっちゃったらつまんないじゃないですか。そうですね。だからなんかもうこうなっちゃうんだよっていうやつを正義にしていきたいなっていう気持ちは僕もありますね。すごいなんか頼もしい言葉いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これですね。一日のスケジュールがどんな感じなのか聞きたいですと。だいたいいつもどんな生活リズムというか。起きるのが4時。いや4時。なんなら3時なんか後半とかもあります。朝ですかね、それはもう。たまに起きてますよ僕その時間。あ、本当ですか。寝てないよね。寝ずに起きてる時間で。もありますね。いやだからおじいちゃんなんだと思うんですよ。でもすごいですね。結構寝るのが早いってことですか？早いです早いです。9時には寝てるんで。9時に寝て4時とかに起きて、ちょっとこうコンビニまで徘徊して、コーヒー汲んできて、でなんかなんやかんやこう準備とかしてると大体30分ぐらいかかる。でそっからなんか結構ちょっと朝仕事みたいなのするんですよね。で7時とかぐらいまでラフの作業みたいなのするんですよ。とかあと、動画だったら台本書くとか、そういうことして結構頭使う作業を前半に持ってくるっていうか、朝持ってくるって感じですね。疲れてないのでなんかそこが多分いいんですよね。で7時ぐらいにご飯食べて、どうしても眠かったらちょっと二度寝します。そこでだいたい1時間とかで起きんのかな。だから8時とか9時ぐらいに起きて、そこからまた仕事をするのかな。昼ぐらいまで仕事して、で1時間ぐらいご飯食べて、で1時ですよね。なんか仕事という仕事が割と前半で午前中で片付いちゃうんですね。そうだからなんか理想は午前中で全部なんか仕事を終わらせるのが理想なんですよね。なんか随分短い仕事時間だなって思われるかもしれないけど、でも終わんないんですけど。理想は終わらせたいですね。終わったら奥さんとなんか散歩に行ったりとか、どっか食べに行ったりとか、そういうことはするかな。健康的に生活しなきゃなという気持ちになってきました。すごい素敵なタイムスケジュール。僕たちも比較的最近は規則的に寄ってはきてるんですけど、9時寝4時起きはすごいな。すごい。私たちね結構夜に伸ばしちゃって、結局プライベートの時間なくなっちゃったねみたいな、お散歩行きたかったねとか。ちなみに何時ぐらいまでやってます？仕事というか。最近はね。今はね、さやが妊娠したのもあって、12時には絶対。何があっても12時は寝なきゃって言ってるけど。
でそれに引っ張られて僕も結構その時間に寝るようにはなったんですけど、僕は油断すると2時とかそうなっちゃうね。なっちゃって、なんか僕がそうなったきっかけってやっぱり子供なんですよね。そうか、子供の生活リズムに合わせて。そう合わせるつもりはなかったんですけど、なんかやっぱり合っちゃうんですよ。なるほど。もしかしたら僕たちもどっかでたどる未来かもしれない。そうかもしれない。夜型になっちゃうとだって一緒にいられる時間もなくなっちゃいますもんね。こうなっちゃうかもしれないです。9時に寝るかもしれない。4時起きできるかな。9時に寝ても4時起きできるかちょっと自信がない。お次ですね。こういうタイプの。こういうタイプ。ちょっとわかります。お絵描きが楽しくなくなったことありますか？あったらどのように乗り越えたのか教えていただきたいです。切実な。ね。はい。お絵描きが楽しくなくなることはないんですけど、辛いことはありますよね。でもそうですね。その表現のが正しいかもしれないです。やっぱりこう一生懸命に向き合ってるものってどっかでこう壁にぶち当たるから、その瞬間辛かったりするんですよね。なんかラフが通らないとか、仕事の話ですけど、あとはどう描いてもなかなか可愛くなってくれないとか、そういう時はどうやって乗り越えてんだろうな。なんかでももう信じるしかないっていうか、可愛くならないだったらいや可愛くなるはずだっていうふうに結構信じる、自分を信じることなのかな。でもそうですよね。今までこう積み上げてきたものあるから、もうあとはやるしかないという状態になるってことですよね。でなんか途中で諦めちゃうと、そこでできないことの証明になっちゃうじゃないですか。やれるまでやれば別にできることの逆にできることの証明になるから、それを積み重ねていくことなんだと思うんですよね。でも分かります。できないことの証明がされちゃうのが悔しすぎるみたいな。それが怖いっていうところもありますよね。ここでやめたらこれは自分はできないんだっていうのを認識しちゃうと、また一周回ってまたもう一個辛いのが来ちゃうっていう感じがあるんで、もうやりきるっていう、時間かかってもいいからやりきるっていうのは大事なのかもしれないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。年を取ってからでも絵師になれるか聞きたいです。なれます。はい、即答です。なれます。ありがとうございます。いや慣れない理由がないですよね。そうですね。それは確かにどういうか。あとなんならなんか表現の世界って多分年取った方がバフがかかるというか説得力増すんですよね。なるほど。人生経験というか。今まで培ってるものもありますもんね。その別の表現以外にも。なんかそういうのも乗っけられるから、若者よりも強い分野っていうのは全然あると思いますけどね。いやこれはでもおっしゃる通りかな。いやだってまさにその YouTuber の柴崎先生とかはなんかやっぱりあの方だからっていうのありますよね。柴崎先生だから空気が出せるというか、おじいちゃん先生っていうもう立ち位置でね。いや全然乗れると思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。これもちょっと僕も聞きたいです。これ今まで描いてきた絵の中で先生が一番お気に入りの作品とその理由を聞いてみたいです。お気に入りか。なんか1番とかは結構難しいんですけど、デュエルマスターズのカードゲーム、なんか僕一番最初にお願いされたカードゲームだったんでめちゃくちゃ思い入れが強いんですけど、その中でもジャガルザーっていうドラゴンがいて、ジャガルザーって両目から角生えてて顎からビョンって飛び跳ねてるなんかこう三角形のなんか変な形のした竜なんですけど、なんかそのデザイン僕すごい気に入ってたんですけど、それをなんか初めて仕事の人に褒められて、これはいいデザインだって言われたのがすごい嬉しくて残ってますね。イラスト仕事の原体験というか、なんかそういうところなんですかね。これですか？そうですそうです。うわ懐かしい。じゃあ見てたってこと？やってたよこれ。本当ですか？見せて見せて。これ確かにすごいデザイン。このビヨーンっていうすごいデザイン。僕中高生ぐらいの頃って人間全然描けなくてモンスターばっか描いてたんですけど、めっちゃ好きです。素敵なエピソード。デュエマはね、男の子は通るんですよね。なんかね、今だから20代後半ぐらいに行ってる人かな、結構言われることあるんですよね。なんか小学生の時にやってましたみたいな、気持ち悪い絵ですよねみたいな言われて、結構出ますね。グロテスクなモンスターも多いですからね。いや嬉しいんですよね。いやありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。
じゃあこちらですね、はい、ちょっと素敵なというかエモ質問です。はい、もし自分が書いたことのあるオリジナルキャラたちと話せるなら、誰とどんな話をしてみたいですか？わー、これもちょっと気になりますね。ちょっと先に聞いていいですか？僕ですか？はい、僕はその状況が辛くないかを聞きたいです。ゲンさんがね書くキャラクターって結構状況しんどい時あるもんね。割と機械に繋がれてることが多かったりとか、悲しそうな顔してることが多い。多いね。ちょっとなんかこうダウナーな顔というかしてること多いから、実際どうって聞きたいです。辛くないみたいな。確かにね、なんかそういう設定だったら、なんかいつもごめんなっていう気持ちで、なんかこういう顔で書いちゃうけど、こういう顔が好きなんだって思ってるんだけど、どう思ってんだろうなってちょっと聞いてみたいかも。特殊。僕の場合は基本的には喋りたくないっていうのが、その介入したくないっていうのが基本的なスタンスではあるんですよ。だからケイちゃんとか田中ちゃんとか渚ちゃんと僕を一緒に書いてくれる人いるんですけど、なんかちょっと悪いなっていう気持ちになってしまうっていうか、そこにいたくないなみたいな、おこがましいなこんなおっさんがみたいな感じになっちゃうんだけど。なるほど、そんな感じなんですね。ただ1回だけドラガリアロストっていうゲームでキャラクターデザインも結構長く携わらせていただいて、でいよいよリリースだってなった前日に夢を見たんですよ。ドラガリの、クラウちゃんっていう子が僕の夢に出てきて「行ってきます」って言って出かけていったシーンがあったんですよ。もうなんかうわー書いててよかったな。なんて素敵な。なんか今じわってしちゃった気持ちが。あれは本当に忘れられないですね。それはなんか朝起きた時の幸福感すごそうですね。会話じゃなかったんだけど、なんかいよいよ手を離れて、もうユーザーさんのところに行くよっていうことで挨拶しに来てくれたんだなっていう風になんか僕は捉えて、すごいなんかジーンとしてよかったなって思ったんですけど、その一言ですごい救われたなみたいな。なんて素敵。命が宿った瞬間というか、そんな感じしますね。ありがとうございます。さやさん、ちなみに会話したいと思ったことあるんですか？寒いかどうかだけ聞きたい。私雪山に住んでる男の子なんで膝出したことあるんで、ごめんなって思いながら膝かいてる。2人ともなんか謝ってる。こんな素敵なエピソードいただいたいと2人とも謝りたい。なんやねん。今日も膝出てて寒くないって聞きたいですね。かなりもう終盤ですね。はい。今までいろいろね書かれている中で、これからどんなテイストのイラストに挑戦したいですか？これもね別にないんですよね。どんなテイストっていうのはなんかその都度その都度決めていくから特にないんですけど、その時その時のベストの絵を描きたいぐらいな感じじゃないですかね。それでね、もしかしたらテイストとかもその都度ちょっとずつ変わっていくかもしれないってこともありますからね。これはもう前に進むしかないということですね。もう分からん。どうなるか分からん。でもさっきみたいなそのモンスター系から今の可愛い女の子たちのイラストとかからすごい差があるから、全然どうなるか分からん。まさになかなかない転身ですもん。もう一回気持ち悪いところに行くかもしれない。確かに確かに。どこかのタイミングでやっぱりね。合体するかもしれない。かもしれない。そこ実は個人的にひっそり見たいとか、モンスターたちの感じで今の斉藤直樹先生の可愛い子たちとの組み合わせが出てきたら僕泣いちゃうかもしれない。嬉しくて。それ書いたわ。それなんか次に出すやつだわ。次に出すやつ。それだ。合体したんだ。合体したんですか？合体しました。出てます今それ？出てないです。後で見せます。急に出てきた。うわ、これ楽しみ。これはすごい。じゃあ最後ですね。はい、最後。聞くまでもないかもしれないんですが、何歳まで絵を描きたいですか？わからん。わからんよ。いやなんかかっこいいのは死ぬまで描きますみたいなあると思うんですけど、いや何があるかわかんないからな。確かに2連続この回答ですね。本当に何が起こるかわからんですよね。バンとかされるからね。本当に何があるかわからんのよ。本当にわからないです。わからん。もう積み上げたものが急になくなる瞬間っていうのがあったわけですもんね。でもなんかそれに対する反応が僕の表現だと思ってるから、だからもうそれにつきますよね。
だからもうこの先結局、斉藤直樹先生が動画を続けようが、絵を続けようが続けなかろうが、何かこうリアクションを何かの出来事に対してし続けていくっていう、なんか表現していくっていうのはあるんでしょうね。そうですね。なんか一生懸命生きていこうと思います。はい、これからも活動を応援しております。はい、応援しております。はい、たくさんの質問を答えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。いや、なんかもういろんな楽しいお話聞けまして、はい、皆さんも勇気になったりとか何かきっかけになるというか、なんかこういい気づきなどね、得られたらいいなと思いつつ、僕たちは横でシンプルに楽しんでました。役得を。さあ、ということで、斉藤直樹先生のですね、チャンネルの方でも夏目さんち、コラボ動画としてね、一緒に出させていただいております。はい、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。あれですもんね、新しいチャンネルにもどんどん動画自体は撮っていく予定という感じですもんね。皆さんぜひそちらもお楽しみにということで、登録よろしくお願いします。何卒。はい、ということで本日のスペシャルゲストは斉藤直樹先生でした。斉藤直樹先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんじゃん。